僕らの最強ゲーム伝説、アドベンチャー編、死後の世界。どうも、パチパチパチ。楽しそう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。毎月のようにですね、オニオンゲームスのこの公式のディスコードをお借りしまして、ラジオをしております。で、最強のなんかゲーム決めようじゃないかみたいな論争を1時間、僕と木村さんでなんかこうテーマを決めて、なんかこう最強のゲームはこれだみたいなことをその回ごとにこう決めていくみたいな企画をやっております。今日はあれよ。アドベンチャー編死後の世界と言ってますが、熊のレストランについて語り合うです。はい。ということで、今回はですね、なんと、初の、この、僕らの最強ゲーム伝説ラジオのゲストの方としてですね、熊のレストランを手掛けた、大悟さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、全員、全力拍手パチパチ、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 パチ。ありがとうございます。熊のレストランというゲームを作らさせていただきました。スマホとスイッチで今出てて、はい、で、まあ、なんかいい感じなので、それの関係で呼ばれたって感じですね。いい感じ。はい。おでんキャットっていう会社を一応一人でやってるんですけど、まあいろんな人と組んでいろんなゲーム作ってます。要は、大悟くんが自分でゲームを作って自分で発売して、要はそのパブリッシャーとか入ってなくて、全部基本は自分でやってて、みたいなことなんだね。スイッチはおでんキャットだから、まあ自分で全部やって出してましたね。なんか、ちょっと僕が熊のレストランを遊んでる時に、この感じすごいいい RPG だなと思ったの。なんかそのアドベンチャーっていうよりは、上下左右に任天堂スイッチのコントローラーで動かして、で、喋りかけて、で、セリフが短くて、端的にさ、状況説明があって、物語がどんどん進んでっていう感じなんだけど、これ RPG じゃないかと。でも、確かにバトルないから、これ RPG って言うのも変なのかな、みたいな気持ちになって、これアドベンチャーなんだなってなったんだけど、すごくね、面白かったのね。舞台はね、熊田コックさんのレストランで、主人公である、猫くんがですよ、なんか働き始めるみたいな話なんだけど、天国地獄の手前にあるのかな、あの空間って。死後の世界、そうだよね。で、死後の世界でレストランがあって、そこで最後成仏するために何か、思い出の食べ物とか食べれるレストランなんや。この人どうやって死んだのかなとか、何が思い出の食べ物なのかなみたいな流れが、すごく気持ちよくて、本当にね、良かったんだよね。珍しいよね、俺人のゲームのこと褒めんの。なんすか。むっちゃ褒めちゃった、大悟くん。めっちゃ褒められましたね。すいません。これ物語っていうのは大悟さんがやっぱり作ってるんですか？そうですね。シナリオは自分が書いてます。というか、音楽と音以外は全部自分でやってますね。そうなんだ。やっぱそういう手作り感感じるわ。なんか一人の誰かが、なんか、一人のこう作家性みたいなものを持って作ってるんだろうなっていうイメージがすごくある。うん。そうですね。独特の、かなり個人プレイでやらさせていただいたっていうか、やりました。いいね、個人プレイ。でもこれ世界でどれぐらい行ったんですか、結局。100万ダウンロードは行ったんですよね。100万ダウンロードか、すごいな。例えば、勇者山田くんって多分85万ダウンロードぐらいなんですよ、世界で。当時 DMM と一緒にやってたし、ほどほどにいろんななんか、力も貸してもらえたりしたじゃん。でも、大悟くんのやつって、だって自分でやって自分で宣伝してるんだもんね。100万って言うけれども、結局その、ロシアとかブラジルとか、世界中からユーザーかき集めてるので、すごいな。それでかなり数は増えてると思いますね。このゲームの世界観って、世界中の人がこれ物語を見たときに、要はその死後の世界とか、天国とか地獄とか、なかなかこう宗教的というか、それぞれの国の人たちが、皆さん違うイメージを持ってるようなものだと思うんだけど、みんな物語を飲み込めてるんですか？そうですね。それは完全に。世界中で評価がやっぱ高いから。すげえな。ここは、世界共通じゃないですか。そういう人を失う悲しみとかって。いいこと言うわ。天国の物語というか、その死後の世界でレストランっていうのはどういうところから思いついたんですか？もともとムーンっぽいゲームを作ろうとしてた時期があってですね。それで規模が大きくなりすぎて、それですごい規模を縮小して作ったのが幸せの青い鳥ってゲームだったんですけど、その過程で没アセットがいっぱいできてですね。でその中の一つがクマってキャラクターとレストランのマップだったんですわ。なるほど。で、ここから考えついたのが、まあレストランってクマで、
なんかレストランでエモいやつねえかなって考えたときに、まあ、最後の晩餐っていう、あれじゃないですか。あのイメージがあったので、それで、じゃあ来るレストランなら面白いのではということで始めたって感じです。面白いなあ。でもやっぱり大悟さんが感じてたゲームっていうのは、90年代なんですか？あの頃のゲーム？まあ僕は一番好きなのはやっぱりスクエアとかの RPG が一番好きだったんですけど、確か中学2年生かそんぐらいの頃にムーンに出会って、友達が持ってたんで、友達の家まで行ってムーンを少しずつ遊んでたんですけど。マジか。結構だから影響されてます。ラブデリック味とかムーン味とかアンダーテール味はなんか完全に何か共通するものがあると思っていて、スイートスポットというか求められてる気がします。ちなみにああやっていろんな死ぬ人が出てくるじゃないですか。あっちこっちで死んでこう死んでみたいなやつって。あれって大悟さんどうやってネタ集めしたんですか？まあ一部個人的な体験のものも入ってたりするんですが。マジか。まあでも思ったのはお客さんを考える上でやっぱバリエーション、ちゃんとばらけさせて、誰か一人は誰でも引っかかるようにはしたかったですね。そういう意味では。あんまり死に方で共感を得るっていうのも変な話ですけど、やっぱ誰でも死にますからね。なんか登場人物の誰かにはちゃんと感情移入できるようにはなってるなとは思いました。死に方のバリエーションとして。ゲームってやたら殺しちゃうじゃん、キャラクターを。殺すゲームだもんね。だいたいゲームとはやっつけたりとかさ、バトルで倒したりするじゃん。そういうことじゃないんだよなと思ってたんだけど、その一つの答えが、いきなり死んでいる、いきなりそこに登場する人間は全部死んでいるみたいな、立ち位置で大悟さんが物語作った時に、いやー、凄まじくいいなと思って、視点が。なんか。笑いが。絵本にそれてきてしまいましたが。はい。一旦前半をこちらで締めさせていただきたいなと思うんですけども。前半の締めとしてちょっと、最強ゲーム伝説なので、何かの最強を決めておきたいんですけど。それは決めれますよ、私は。死後の世界を取り扱ったゲームの中の熊のアドベンチャー最強として熊のレストランを掲げたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。トムさんのホームランダービーを超えましたね。もう、熊アドベンチャー最強ですよ。これは熊のレストランです。というわけでみんな熊のレストランよろしくね。ご視聴ありがとうございました。チャンネルの登録もよろしくお願いします。